どうもこんにちは、福山茂です。今回の YouTube のテーマは3つの人材教育手法です。今回の内容について、1、人材育成の大切さ、2、自己啓発、3、オフ JT、4、OJT、これらについて説明していきます。1、人材育成の大切さ。人材育成は会社が持続的に新たな価値を創造し、顧客のニーズに応え続けるために必要です。また、以前に配信したハラスメントの予防対応のように、コンプライアンスや社内の調和、効率化のためにも必要です。2、自己啓発。従業員が自分の能力を向上するために業務外の時間を利用して自発的に行う能力開発、自己投資です。大事なのは自発的にというところですね。読書、外部のセミナー、e ラーニング、YouTube などがそうでしょう。自己啓発を促すためには、企業は研修費の補助、労働時間、休暇に対しての対応を検討する必要があります。残業ばかりで休暇が取りづらかったら、自己啓発に対する時間が減りますからね。3、オフ JT、オフザジョブトレーニングとも言います。企業の人事・教育部門が共通の教育ニーズを持つ従業員に対して行います。社内セミナー、国内外の留学、他社見学などです。共通して必要となる基本的な知識・技術の習得に対して学習できます。また、企業の内外の専門家からより広い専門的な知識・技術を学ぶことが可能となります。4. OJT、オンザジョブトレーニングとも言います。職場内の教育訓練です。職場の上司・先輩が部下後輩に対して職場での個々の仕事を通して必要な知識・技術などを指導して育成することです。業務マニュアルや OFJT では指導しづらい内容に対応しやすいです。OJT の実施方法です。まずは1、個別指導。直接業務のコツやマニュアルしづらいノウハウを指導できます。業務の習熟度合いに応じて部下を手助けしたりし、部下が失敗すればその場で指導できます。次に2、日常のマネジメント。適正に業務が進むために部下の目標達成や業務計画の進捗具合を確認するなどのマネジメントを日常的に行います。このマネジメント自体が部下との関係性を築き、教育にもなる側面があります。3、自ら模範を示す。部下は日常的に上司の仕事ぶりを見て具体的な業務の仕方を学習しているものです。また、マネージャーが仕事で失敗することはあります。その時のリカバリーの様子を見せるのも大切です。今回は3つの人材教育手法について説明しました。役職者に限らず、新人が入職すれば自分が教える立場になることもあります。また、偏った教育方法ではなく、それぞれの長所短所を考慮して行ったらいいですね。今回の内容が皆さんにとって良い機会になれば幸いです。以上です。ご視聴ありがとうございました。今後も一緒に人生資源について勉強しませんか？もしよかったらチャンネル登録のボタンをクリックしてください。それではまたよろしくお願いします。